皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り扱っていきます。戦争が日常化することによって大きな出来事でなければなかなか取り上げられることのなくなっている国際情勢。ぜひともこのチャンネルで情報の更新をしていってください。今回取り扱う主な話題としては、まず第一にウクライナに供与される戦闘機 F16、さらに増加しようとしています。そして、そのような供与数が増える背景としては、ロシアによる侵略が引き金となっています。そしてもう一つは、ウクライナに対する支援。G7 各国でウクライナに対する支援予算というものを作るのですが、そのお金の出し方について、日本国内では何も知らない人たちの間で批判が高まっています。このチャンネルでは、正しい情報を身につけることによって、批判そのものがかなり的外れであることを理解していってください。それではまず最初に、ウクライナに対する F16 戦闘機供与、さらに増加しそうだというニュースから、ギリシャはウクライナに戦闘機 F16 を32機提供する予定。アルジャジーラはギリシャ政府がウクライナへの供与のために古くなった戦闘機 F16 バージョンブロック30を32機退役させる予定だと報じた。また、82機の F16 を最新型のブロック70へとアップグレードし、さらにフランスから第4世代戦闘機ラファールを24機購入する予定だという。アメリカ議会委員会もまた、ギリシャに対して最大40機まで第5世代多目的戦闘機 F35 の獲得を許可したという。関係者はまた、ギリシャは F16 をアメリカに売却し、その後アメリカがアップグレードしてウクライナへ引き渡すことを望んでいると伝えた。他方で、ギリシャ空軍内の関係者は、32機の戦闘機 F16 売却は空軍力に大きな穴を開ける。約200機の定数が必要であり、より近代的で高価なジェット機では成し得ないと発言したという。なお、ギリシャ政府はウクライナに対して公式に 155mm 口径榴弾砲砲弾2万発、携行対空ミサイルスティンガー、ソ連時代の装甲兵員輸送車 BMP-1、40台を供与したと伝えられている。この話がこのままスムーズに進んでいけば、ウクライナへの供与数はようやく100機を上回ることとなります。現在ウクライナへの F16 供与数公式に発表されているものでは、ベルギーが30機、オランダが42機、デンマークが19機、ノルウェーは6機。一時期ノルウェーは22機の F16 戦闘機を供与するのではないかと報道されていましたが、その後、機体そのものについては6機で、その他部品類などでそれなりの数供与するといったことでした。ここまでが正式な発表ラインで合計97機です。これに加えて今回の発表でギリシャが F16 を32機供与する見込みが立ちました。これで合計は129機です。今回ギリシャが F16 戦闘機の古いバージョンを退役させる予定だとしたのは、主にはロシアによるウクライナ侵略が大きな背景として存在します。というのも F16 戦闘機古いバージョンであろうともまだまだ現役で配備されている国が非常に多くあります。これらの国々は表面上においてはある程度戦力が整っているから、それらについて更新する際に多大なお金がかかるんだったらちょっと取り組みにくいなといったところが本音のところでしょう。実際ヨーロッパにおいてはロシアによるウクライナ侵略、その本格的な侵攻が起こる前であっては、それぞれの国の軍事予算は横ばいかむしろ縮小傾向にある部門もたくさんありました。大きな戦いはこれからはほとんど起こらないのではないか。これからの戦いは対テロ戦争やもしくは小規模な武装勢力の進出鬼没な活動についてこれに目を光らせなくてはならないといった考え方が注目されていたのです。ところがロシアによるウクライナ侵略はそうした戦いの小規模化ではなく、かつての第二次世界大戦のような国家総力戦に近いような長期間に、そして非常に大量の人員を投入した大規模戦闘を現実としてまざまざと見せつけたわけです。これに伴って各国は従来の現状維持、そこからの兵器更新、増強といった方針へと完全に舵を切りました。今回ギリシャが古い戦闘機を退役させて F35 ステルス戦闘機を導入しようとしているのもそうした大きな流れの中にあります。ギリシャは経済的には恵まれているどころか以前は破綻状態にもあったような国で、決して軍事面に大きなお金をかけられる余裕があるわけではありません。しかしなんとかお金を振り絞ってこうした兵器更新に力を入れるのでしょう。このようなロシアによる
情勢の変化は様々なところでロシア自身を苦しめるものとなっています。例えばその代表的な例として言えば、プーチン大統領は NATO が東方に拡大してきて、これによってロシアが圧迫されているという話をよくするのですが、しかし現実においては、プーチン大統領自身の行動としてウクライナに侵略することによって、これまで中立を保ってきたスウェーデンやフィンランドは NATO に加盟する決心をしました。それまでの国民の考えとしても、NATO に加盟する必要はまあないだろうという考え方が主流だったからこそ、それらの国々においては中立政策が維持されてきたのです。しかし、隣国ロシアがまさに軍事力を持って他の国を蹂躙しようとしているからこそ、もうこの政策はダメだといったところから、国民の考えそのものが大きく変容し、2つの国が NATO に加盟したわけです。このような形でのロシアによる圧力に伴って兵器更新を進めなければならない。更新をするときに、じゃあ従来のものをどうするかとなったときに、ではウクライナに使ってもらおうという流れは今後も続くものと見られます。ただ、今回の F16 戦闘機なのですが、ブロック30といって古いものとなります。これについては近代化改修してブロック50程度まで引き上げる必要があるでしょう。今回の記事ではその点についても触れられていて、アメリカの支援が続くことを前提にすれば実現するのですが、そこはアメリカ大統領選挙その後についての話と絡んでくることとなります。続いて G7 によるウクライナ支援。インターネット上ではかなり的外れな批判が飛び交っているようなので解説をしておきましょう。日本がウクライナ支援や5000億円、ロシア凍結資産活用した基金に拠出へ、財政支援や復興に、先進7カ国が実施するロシアの凍結資産を活用したウクライナ支援に向け、日本政府は新設される基金に5000億円程度を拠出する検討に入った。24日にもブラジルで G7 の会議を開き、各国の拠出額を決める。ロシアの凍結資産をめぐっては、6月の G7 首脳会議で各国が年末までに計約500億ドル、日本円で7兆9000億円を基金に拠出する方針を打ち出した。アメリカが200億ドル、ドイツとフランス、イタリアが計200億ドル、日本とイギリス、カナダは残りの100億ドルを3カ国で均等に分けて拠出する方向で最終調整をしている。基金から融資される資金は、ウクライナの軍事面や財政面での支援・復興に充てられる。日本は国際協力機構 JICA による円借款で対応する方向で、支出分が軍事面での支援に使われないようにする。円借款とは貸付のことです。ウクライナは資金の返済義務を負わず、基金への返済にはウクライナ侵略に伴って EU が凍結したロシア中央銀行の資産の運用益を活用する。今回の拠出金に関してなぜインターネット上で批判を浴びているかといえば、このお金に対する勘違いといったものが先行しているからです。例えば今回の話では、そもそもロシアの凍結資産があって、その凍結資産が生み出す利子配当収入などを元にして年間で5000億円から7000億円程度が生まれると言われています。何しろロシアの凍結資産、もともとはロシアの中央銀行が持っていた外貨準備高でおおよそ40兆円から45兆円程度はあります。そして凍結資産そのものについては没収するのが国際法の観点から難しいという話となり、残念ながらそこから生まれる利子配当収入のみを返済能力として考えたわけです。ですからものすごく単純化して言えば、ロシアのお金を元にしてウクライナ支援をしましょうというような形となっています。また、貸し倒れするかどうかについてなのですが、基本的にはちょっとこの構図それ自体からはリスクはかなり低いものと見られます。中央銀行の持っていた資産なわけですから、完全にゼロになるといったことはあまりないでしょう。つまり、返済能力が完全に吹き飛ぶといったことは今のところ全く考えられないわけです。そして、日本でこれに批判的な意見を述べる人たちの勘違いしている一つの問題が、このお金は円借款であるといったことを理解できないということです。日本が行う世界各国への支援の形としては、無償支援と円借款の2つがあります。例えば、相手国の港を整備しようとなった時に、無償支援よりも日本は円借款を基本的には選びがちです。この円借款というのは、長期の貸付であり、利子もつけて返してもらいますよというものです。人道支援ではお金を供与しますよといった場合においては、当然のようにもう返ってくるお金ではありませんが、円借款の場合であれば貸付であり、基本的にはお金は利子をつけて返してもらえるものです。今回の場合であれば、JICA に対する貸付といった形になっており、先ほど申
述べたように、ロシアの凍結資産を元にして返済されるわけですから、お金が完全に無駄になるといった考え方はかなり的外れな批判だと私は思います。また、こうした円借款にしても、いやいや、そんなお金を外に使うなといった意見もあるでしょう。しかしこれもまたお金の出所がどこなのかについて解説しておきます。日本がこうした世界に向けて円借款などを行う時の貸付、その原資として用いられるのが、日本が持っている外貨準備高の生み出すお金です。日本は世界各国との関係において、為替が急激な変動した際にそのショックを和らげるために外貨準備高を保有しています。その総額は今円安ということもあって200兆円を超えるだろうと言われています。このお金の内訳としては、現金はどちらかというと少なめで、多めなのは国債だと言われています。例えばアメリカの国債の場合であれば、現在利率は 4% 台と非常に高いものとなっています。全部が全部アメリカの国債ではないわけですが、しかしもしも100兆円200兆円といったレベルで 4% の利子がつけば、それだけのお金が生まれるわけで、この米ドルを日本円に戻さず米ドルのままで他の国に貸し付けすることによって、さらに利益が生まれるわけです。このような話を聞くと、いや、日本ってそんな金貸しみたいなことをしているのかと、ちょっと驚くかもしれませんが、実際そのようなやり方は国際的な批判の的となっています。G7 各国の中において無償の人道支援の金額といったものがそれぞれあるのですが、日本は円借款の割合、つまり貸し付けの方が多いじゃないかと批判されがちなわけです。しかし貸し付けられた側が困るような話ではないといったところも押さえておくべき点でしょう。例えば中国もまた世界各国に対して一帯一路構想をもとにして開発資金援助を行っています。ここで行われるのが貸付で日本よりもはるかに高い利率であることから、利子が返せないといったことになって中国が権益を丸ごと奪い去るといったことも行われているわけです。これを債務の罠と言います。それに比べると日本ははるかに低い金利で貸し付けていますから、基本的に時間はかかっても返してもらえますよねというのを前提にしています。もちろん国によってはそんな低い金利であったとしても貸し倒れになることがあるわけですが、全体的にはほとんどの場合がちゃんとお金が返ってくるので、しかもこのようなことをすることによって相手国政府との関係を密に持ち、それがまた友好関係を築くことにも役立っているわけです。そして今回のウクライナ支援について言っても、日本は経済や人道支援が主体であり、残念ながら戦線に対する影響は全くないと言えるでしょう。しかしそのような中でもウクライナ支援を行うその枠組みに参加することは、ロシアによる侵略にノーを突きつけ、そしてそのような国際法違反を行う国に対する拒絶の姿勢というものは、他の国が後に続かないという意味においても重要な外交の政策なのです。戦争が起こらないように普段から外交でしっかりと努力しましょうという人が、一方においてこのような日本の外交政策を批判するというのは間違っていると言えるでしょう。普段からの行動をもとにして国際法、国際秩序が乱れない方向に少しでも力を尽くすのが日本の平和外交だと言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。ロシアによるウクライナ侵攻、それに伴ってヨーロッパ各国で兵器の更新が進んでいます。そうしたこともあってウクライナに供与する兵器が生まれ出てくるというのもちょっとした皮肉でしょう。そしてウクライナ支援を行うためのお金を作るのですが、そのお金をかき集めるときに返済資金として充てられるのがロシアの凍結資産です。ロシアが侵略することによって中央銀行のお金が差し押さえられ、そこから生まれるお金がウクライナ支援に充てられる。これもまた因果応報だと言えるでしょう。今回の話を聞かれてあなたはどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして情報の更新に役立ったなと思われる方はぜひともスーパーチャットや他の方へのおすすめもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。